いしょ。かっこいいうわ、鼻もオレンジですごいかっこいい。おはようございます。今日は北海道然別湖に来てます。過去に然別湖はここ何年かで、冬の解禁も含めて3回4回は来てる場所なんですけど、今回久しぶりにファーストステージっていう5月の半ばから、オープンする解禁に釣りにやってきました。通常ですね、手漕ぎボートでスタートするんですけど、ちょっとポイントまで朝一だけですね、今船で、引っ張ってもらってスタートしたいと思います。然別湖なんですけど、メインのターゲットがミヤベイワナっていう、ここでしか釣れない天然記念物の固有種のイワナがいるんですけど、火山活動で然別湖がせき止められて出来上がった湖で、そこにいたオショロコマが、1万年の間ですね、閉じ込められて陸封されて独自の進化をたどった魚になるんですけど、この釣り場が結構プレミアムなフィールドというか、1年で限られた時期約1ヶ月半の間だけですね、2回に分けて1日50名までっていう風に限定して、そうなってることでフィールドは守られてますし、もう魚の反応もすごい素直で、決してなんかこう抽選とか狭き門でもないので、すごく道外から遠征でやってくる人も多いし、スタッフの方もそういった遠征組を温かく迎えてもらえて、で魚の反応もそれだけ普段人がこう釣ってはいけない場所なので、魚からの反応もすごい素直で、遠征で1匹すごい価値ある魚を釣るにはすごくいいフィールドかなと思います。今回この2タックル持っていきます。あと予備でこういう感じで同じ番手でメインで巻いてるラインが違うリールなんかも持ち込んでます。でこれ僕同じツインパワーの4000番で、スプールだけ外して付け替えたりっていうこともやったりします。でルアーが遠征なので全部は持ってこれないけど、こういうカバンに入る範囲で、いろんな釣りに対応できるチョイスをいろいろ持ってきてます。ボート乗るので、こういったライフジャケットと、あとは北海道なのでクマスプレーも持ってきてます。昨日は渡船エリアっていうところに船で渡してもらう形で1日釣りをしてみたんですけど、ちょっと風もすごくて釣果の方もポロポロ魚は見ることができたんですけど、今日の方がローライトで風も随分弱いので、規定できるかなと思います。今日持ってきてるルアーは基本的にまずはスライドスプーン、中禅寺湖でやってる釣りが一番得意っていうのもあるので、こういったスライドスプーンを中心にまずは持ってきてます。でこれが MT レイクスプロビア、これはちょっとスライドというかジグに近いけどリーズっていう、本当に普段使ってるのをまずは基本的なもの、軸としてやりつつ、ノア G だったりとかライトニングウォブラーだったりとか、巻きで使ったりもできるし、根がかりがなさそうなところだったらちょっとボトムで攻めてみたりっていうののボックスと、派手なカラーとか、アピールが効きそうな時間帯はこういうのとかで大きいに円筒して巻いてみてもいいのかなっていう感じで、スプーンが基本にはなるんですけど、あとなんかこういう攻め方もあったらいいかなっていうので、こういう船とかでも使えそうなバイブレーションとかボトムノックスイマーとか、もしも手前になんかイワナが寄ってきてるなんてことがあったら、虫とか食べにエビとか、こういったシャインライドとか、あとはこういう小さいバイブレーション、こういうのとかをちょっと織り交ぜながらやってみたいと思ってます。まずは朝一音更湾っていうところの一番奥のガレ場に入りました。で朝一魚が3メーターとか5メーターとか、結構ボトムじゃないところを結構泳いでるそうなので、まずはちょっと表層を、巻きのスプーンでやります。で糸はプラッギングとか、こういうちょっと小ぶりのスプーンとかを巻きで使うのがメインになるタックルなんで、糸は渓流で使ってるのと同じダブルクロス PE の 0.65 にリーダー側のビッグタラウトショックリーダーフロロの10ポンドで1回セットしてあります。
これは糸自体の比重が高い方なので、こういった何でしょう、表層とはいえレンジを安定しながらこうゆっくり巻きたい釣りなんかには使いやすいラインなので、これでゆっくり巻いて浮いてる魚の反応をまず取れたらラッキーかなっていう。いや気温が6度とか7度でした。駐車場着いた時は。もうすぐ6月だけどすごい涼しい。で水温もなんか9度ぐらいで、ほんと表層から10メーター付近までの水温がそんなに変わらない時期みたいで、だからレンジが、ある意味絞りづらいというか、もう2、3メーターから10メーター、15メーター、さらにその下まで、ほんといろいろやってみないとわからないっていう感じの。でミヤベイワナってこの然別湖の中でも行動パターンが何個かに分かれてて、それによって魚の特徴とかも変わってきてて、すごく居ついてる魚、沖を回遊しかしない魚、なんかいろんなタイプがあって、そういうのもあるんで、あんまり絶対にここだけ釣ってればいいっていうのがなんかあんまりない魚だなって毎回思います。ちょっと軽めのルアーで表層とか手前のブレークやっても反応がなかったので、ルアーを MT レイクスの 15g、 7715g に変えて、今タックルも持ち替えました。こっちは竿が 8.3 の、ML っていう、トラウト1っていう竿で、糸が S スペックの 0.8 で、リーダーがこれまた、ビッグトラウトショックリーダーの12ポンドですね。で今回この2タックルで来てます。 6.4 と64と83の竿2本ですごくライトに寄せた PE06 のタックルと08のタックル。ここから巻きの釣りメインになったりとか、場所によっては本当にボトムの釣りに切り替わっていくことも考えて、予備のスプールにはマックスパワー PE の1号巻いてあって、それと入れ替えて釣りを切り替えられるように準備してきてます。遠征なので何タックルもそうなかなか3タックル4タックルって持ち込むこともできないのと、リールもね何台も持ってくるってなると大変なので、そういう時は結構スプールに違う種類の糸を巻いておいて使い分けたりします。マックスパワーはこういうMT レイクスみたいに糸の浮力をこう生かして浮かしてくる釣りじゃなくて、中層とかをこう安定してずっと横にスプーンをこうリトリーブしていきたい時だったりとか、あとは結構釣っててあんまりこうガレ場がひどくないなっていうところでボトムの釣りをやったりする時に、比重が高い方のラインの方がレンジをキープしやすかったりとか、ボトムの釣りやっててルアーが浮き上がりにくいとかっていうメリットがあるので、そういう使い分けで、ちょっとあっちのワンド側行ってみようかな。移動しよう。なだらかなこうシャローから深くなっていくところのエリアじゃなくて、バンドの反対側、ちょっと急進のエリアに今動いてきました。でここからまずは MT レイクスの 13g でちょっと派手なカラーから投げていきます。60、30メーター弱、ちょっと深いかも。巻き上げで食った。今もう着底して
フリップさせたらもう乗ってました。宮部かな。随分深いところから連れてきてごめんな。宮部だ。よいしょ。ほっ。おお、綺麗な魚だ。今 13g 着底させて、多分水深がもう25メーターぐらいはあるようなところで、糸ふけ取って2フリップでもうブルブルンって食べてきました。かっこいい。メスかな。ちょっとミヤビワナの中では若干ヒレが小さめ。ブラウンバックって言われる魚は回遊性じゃなくて結構イツキが多いみたいで、他のに比べるとね、ちょっと胸びれとか尻びれが若干小さめというか、川で釣れるイワナとかに比べたらね、これでもすごく大きく感じるんですけど、ありがとう。今日1匹目。これ MT レイクスの 6713g、 裏が黒でちょっとお尻にグローが入ってるんですけど、なんかディープなエリアで、まず1投目こういう派手なメリハリのあるカラーで反応があるかなと思ったら1投目から食ってきました。 MT67 の 16g に変えました。13g でもうできるんだけど、ここフォールさせると多いとこ63カウントぐらいあって、もうちょっと手返しよく、シルエットは変えずに、でも手返しよくディープちょっとやりやすいように重さをちょっと上げました。でどんなところで投げても一緒なんだけど、もうルアー、スプーンの釣り特にボトム取るんだったらもう必ずとにかく人それぞれね、カウントのあれはまばらかもしれないけど、自分の中で何秒かかったかっていうのは絶対覚えといた方が、毎度癖つけた方が、さっきこっち投げたら深かったな浅かったなっていう情報だけでもだんだん分かってくるから、なんかカウント全くしないでボトム取っちゃうのはちょっともったいないので、必ず数えるようにした方がいいと思います。51ぐらいかもね。よし、今のはいい当たり方だった。何かな。バレた。マジか。当たった。よし。ダメか。これなんか違うか。よし。だいぶしつこく食ってきたな。おー、また全然さっきと色が違うな。かっこいい。めっちゃ綺麗だ。かっこいい。尻尾に着色斑点がある。これ今の食べたのも同じ MT レイクスで 16g、 67の 16g で、カラーはジョインターの UV 姫チャートっていう、僕は結構これ中禅寺湖でもどこの湖でも天候がはっきりしない時とか、日がすごい照っちゃった時とか含めて、なんかとりあえずって時に本当に何度も救われてるカラーなんですけど、結構ボトムに近いところ釣りしてると、ボトム系のスプーンじゃなくてもこういうスライドスプーンでもちょいちょい回収の時こう当たってたりとか、着底するたんびに当たってたりとかっていうのがあるんで、時々リーダーチェックしてもらって、結び目のところがなんか少しザラザラっとしてるなとかっていうのがもう感じたら、一旦すぐにこうやって結び直した方がいいです。フロロカーボンでも、ねずりには強い糸でもね。よいしょ。
あとはこれ今フロロカーボン使ってるんですけど、例えば水温がもうすごい冷たくてガイドが凍るようなシチュエーションだったりとか、バイトはあるんだけど本当に弾いちゃって乗らないとか、そういう時なんかはリーダーをナイロンに変えたりもして、魚とかそのコンディションに状況に合わせていくっていうようなこともあるんですけど、今日は今のところフロロでやりきってるところですね。ここしばらくの釣れ方の傾向みたいのを朝スタッフさんに聞いたら、やっぱなんか中層とかは結構厳しくて、魚はどこにでもいるんだけど、やっぱりボトム付近の釣りが一番魚が釣れてるみたいなんで。当たった。もう一回。よし。いや怪しいけど。当たった。よし。いやバイトショートだったな。リバナは結構寄せた後が一番バレやすいから。よいしょ。こんな感じ。MT レイクス 6716g のこういうマットのゴールド系の色は光量が下がったタイミングとか、こういう風にもうしらっちゃけちゃってシルエットはっきりしないなみたいな時に目立ちやすい。今度曇っちゃってるって帰ってたお客さんの情報だから、だいたい5、6匹ぐらいグリーンバック。昨日とは全然違う。そうなんですね。いやもうずっと粘っちゃったなあっちで。こういう遠征に来るとこうやっておかっぱりになったり、船になったりっていうのもそうですけど、シチュエーションってすごい変わる、当然変わるんですけど、普段やり込んでるところと違ってタックルをね、もうこれ持ってけばいいっていうのが分かってるわけでもないし、だからタックル選びが楽しさの一つではあるんですけど、いろんなシチュエーションに対応できるものを当然準備しないといけなくて、ルアーは普段自分がやってる釣り、主軸になってるものをメインにメインで狙う魚のサイズだったりとか、分かり得る情報の中でルアーは絞っていって、なるべくコンパクトに僕はある程度のパターンと、ボックス小分けにして少し持ってくるんですけど、糸に関しても、巻いてるメインラインリールに巻いてあるやつプラスでメインラインのスペアっていうのは必ずスプール1つ2つ持っていくし、リーダーも、フロロとナイロン、例えば今回だったら僕持ってきてるのは7、10、12、16って持ってきてて、フロロはで、ナイロンが10ですね。ナイロンは今回そんなにめちゃくちゃに冷え込んだりもしなかったし、バイトはあるんだけど乗らないというか、バイトしてはそんなに多くなかったので基本フロロでやり通してて、そんな感じで遠征は本当に、備えあれば憂いなしじゃないですけど、何でも持っていけるわけじゃないんですけど、なるべくいろんな状態で対応できるものを自分で考えて持ってきて、あとは自分のあるものの中でしか勝負ができないっていうのも、これ結構また遠征あるあるなんですけど楽しくてね、もしもじゃあ周りではこのルアーが絶対釣れてるとかってなってても、それ持ってないので基本ね、そうなった時に自分の持ってるルアーの中でどうにかしてみようってすごく試行錯誤して頭使って釣りをしてる時って、本当いつも以上に集中してるっていうか、遠征って結構そういうのの連続で逆に普段地元の人がやらない釣りをポンとやったら結果が出たとかっていうようなラッキーパンチもあるし、そういうところも含めて遠征の楽しみなのかなっていつも思うんですけど。
よし。もう一回フォールしたらもう一回食ったよ。なんだこれ。桜？ブルーバック桜。この時期の桜のさ、速やかにリリースだそうです。よいしょ。ありがとう。びっくりしたブルーバックだったからちょっと今ドキッとしたね。あ、ブルーバック本当に来たみたいなあー、びっくりした。ちょっと青かったからさおお、食った。桜マスかな。結構表層だったな。あ、宮部だ。よいしょ。小さいブルーバックが釣れた。全然今朝釣ってるのと色が違うでしょ。水の色に溶け込むようなグリーンというか、綺麗だな。最後の最後、ほんとラスト1投かなっていうところで 14g のアジの赤で来ました。結構表層だった。もっと表層だったのかな、最初から。分かんないですね。でもよかった、1匹釣れて最後。2日間然別湖で宮部イワナ、釣ってみまして、今回ちょっと天候がすごい冷え込んだり風で荒れたりとかして、全体的に厳しい状況だったそうです。そんな中でも綺麗な魚には、会うことができたんですけど、特大サイズだったりとか、毎年なんか目標にしているもうすごい大きいブルーバックだったりとか、そういった魚には残念ながら、出会えなかったんですが、相変わらずすごい素晴らしいフィールドで、僕自身ほぼ毎年然別湖に遠征に来てるんですけど、今回もすごいとても気持ちいい場所だなと思いました。魚を守るシステムだったりとか、限られた期間だけ、釣りができるっていう、そういった遊漁期間、すごいスタッフの方もとっても遠征をしてくる人にも優しくて、でもちろんミヤビイワナっていうね、ここでしか釣れない魚がいるっていうことで、多分一度来たらですね、毎年来たくなってしまうようなもう素晴らしい場所だと思うので、ぜひ北海道の釣り遠征考えてる方がいたら然別湖来てみてください。